グータラズです。今日は70歳からのシャコタンの続きです。もう作業を開始しちゃってるんですけど、もともと BWiz がついてるんですけどね、ライエッジスペースの確保ってことでアンプを取り外さなきゃダメなんで BWiz 外します。なのでその部分のスピーカーついた部分、また別なものをね取り付けようと思って購入しました。中古でいいのが売ってたんでね、これをまたつけてあります。生地も再利用したかったんで、こうやって何て言うんだろう、生地のこの接着面を粉から守るために養生してあります。でね、どんどん拡張してあげましょう。ちょっと穴が小さかったんで、これ何用のやつかな、多分アルパインとかから出してるやつなのかもしれない。生地が貼ってあってちょうど良かったんで購入しました。ちょうどぴったり。緩くても大丈夫です。生地貼っちゃうんでね。結局こうやって養生したんですけど、実はこの生地貼り替えました。この色じゃなくなってます。今この生地の貼り方をちょっと見ててください。ボンドをつけるんですけど、生地によってはこのシンナー系だとしみるっていうかね、表に出てくる時があります。なのでちょっと歯切れとかでそういうものをちょっとチェックしてみてからボンドを使ってください。この生地はもともとなんて言うんだろう、粘着するタイプなので、生地のその表面にシンナー系でも結構染みてきません。でボンドをつけたらオープンタイム取ってください。だいたい何分ぐらいだろう、5分もあれば大丈夫だと思います。ちょっと乾きすぎかなってぐらいでも大丈夫です。これしないとくっつきが悪いです。このオープンタイム取ってあげるとすごくよくくっつきます。なので必ずオープンタイム取るようにしてください。ボンドによって違うと思うんだけどね。でどんどんくっつけていきます。こうやってねくっついちゃってんだけどね、それも剥がしながら。でこの生地は結構伸びる生地だったんで貼りやすいです。生地によっては伸びない生地もあるので、それは非常に難しいです。シワを寄っていって伸びないのに無理やり伸ばして貼るみたいな、そういうイメージですね。だから伸びる方がいいです。伸びる生地非常に楽です。でこういうへこみっていうのかな、こういうところはヘラとか、これマイナス使ってるけどね、本当はヘラがいいです。生地が傷つかないんで。押し込んでくっつけてあげてください。どうしても付きが悪いと剥がれてきます。なのでこの押し込みっていうのかな、押さえきちんとしてください。でこの折り返しのところ、ここで結構生地の剥がれが抑えれるので、裏側は見えないんですけど、きちんと接着してあげてください。ボンドもしっかり塗って、そうすると結構剥がれが少なくなります。で入れてあげるとちょうどいい感じなので、でツイッターの台座、これはいらないんで外してあげます。外しちゃってまた入れてあげてみてください。かなりいい具合。これだといいよね。見た目もいいですし、車の場合はね、どんだけいいシステム組んでもやっぱりホームオーディオにはかなわない。去年それに気づかされました。なのでね、ある程度いいと思います。あとね、見た目もねかっこいいと、車の場合はいいです。それでいいと思うんですよ、俺は。賛否両論あると思うんですけどね、俺はそれで十分だと思います。でね、固定はホットボンド、グルーガンってやつはね、それを使います。これ結構剥がれやすいんですけど、結構多めにつけるとなかなか剥がれづらいんで、あとやっぱり
後々に外したい時も外せるようになります。なのでがっちりつける、ボンドでがっちりつけるよりもこのグルーガンでがっちりつけといて、グルーガンがっちりつけてもやっぱり外せるんで、後々他の車種に使いたいって時に綺麗に取れるんで、結構これの方がいいと思います。また再利用できるしね。でかなりがっちりつくんで、かなりがっちりつきますね。見た目も美しい。裏はね見ないからいいんですよ。見た目も美しいんで。でも貼り終わってますけど、実はこの生地張り替えました。後に、後半では色が変わってます。ちょっとそれも見ていてください。生地が余ってたんでね、結局張り替えちゃいました。そういう張り替えの時もグルーガンだったら結構すぐ簡単に取れるんで、グルーガン結構いいです。でね、ミッド側、今ツイッターなんですけど、ミッド側も生地貼ったんですけど、また取ってません。また忘れたっていうか、録画ボタンをしないんだよね、きっとね、俺ね。なので車からパネルを外してきます。今ね、現状こんな感じです。ビービーズがついてるんで、アンプの居場所がなくなるんで、こいつも外しちゃいます。これ結構でかいアンプっていうか、ついてないと音が鳴らないんだよな。なので、あとミッド側、この辺はもうエンクロージャーで作ってあるんで、ドア閉めた時にグローブボックスが開きません。なのでこれ全部外しちゃいます。エンクロージャー組むだけでもだいぶ音がね変わるんだよね。よっぽど音がいいって言ってもやっぱりホームオーディオにはかなわない。やるんだったらこれぐらいのビービーズで、高いのもあるけどね、すごい高いの。そこまでいらねえと思う俺。これぐらいのクラスで、アーキュレートってやつなんだけど、それぐらいで十分だよね。でエンクロージャーでやってやればどの車でもきっと良くなる。それぐらいはで十分だと思うんだけどな。あとキリがないから。でこれどんどん外していきます。で、エンクロージャー組んでたんで、ドアのバックプレートっていうのかな、そこの鉄板もくり抜いちゃってるんですよ。なのでちょっとそこをね、これぽっかり穴開いてる。なので多分次っていうか今ね、新しいのをつけるのはバッフルなんで、バックプレートに多分固定できません。でこのパネルの上半分を使いたいんだよね。後に出てくるんですけど、でこのエンクロージャーは他の車に使えます。他まだ計画ないですけどね、オーディオ車1台組みたいなと思って、その時に撮っときます。でね、この上半分を使います。下半分を取っちゃいます。上半分これアルカンターラに張り替えてて、この木目パネルも珍しいみたいなんで、その木目のパネルとアルカンターラ貼ってる部分、それを使いたかったんで、なのでそれを上半分使って、で下の方は取っとく感じだよね。なのでバラしていきます。これ一回加工してるんでビスで止まってるんですよ。ほとんどビスで止まってました。本当はこのプラスチックの溶接になってるんで、なかなか外しにくいんで、上の部分を削らないと、サンダーかなんかで削らないと取れません、普通のやつは。これは加工済みなんで楽でした。この子もね、取ってあげましょう。 LED だね。これも次っていうかドナー側にもつけてあげます。この子も一色です。
でね、この下半分を使います。上半分は使えません。で、この時はね、純正のパネルそのままだったんで、サンダーで上を切ってあげないと、溶接部分を切ってあげないと、こうやって半分に分かれないので、純正からの、取り外しの時は、上の部分の溶接部分を削ってあげてください。で、この下の部分、これを今回使います。これ中古で買ったんですけどね、この下の部分が色が違うんだよね。取り付けると分かります。色が違うの。言われなきゃ分かんないけどね。で、この移植部分をどんどんつけてあげましょう。これはもう加工済みなので、ビスでついてます。なのですごい楽です。ビスつけておけば、どんどん組めます。でもビスでついてるんですけど、ビス長すぎると表側に出てくるので、それだけ気をつけてください。ビス出ちゃうとね、結構へこみます。なんで触りながら締めていってあげてください。ね、綺麗に貼れました。で、あとはこのドアノブの部分もつけてあげます。これは上からペッてつけるだけですね。で、あとはミッド部分だね。スピーカー部分。ミッドウーハーの部分。この動画をね、撮ってなかったんだよな、張り替えのやつ。で、今回はエンクロージャーじゃなくて、このね、バッフルにスピーカーを取り付ける形になるんですけど、ドアのプレートっていうかドアパネル、ドアのバックプレートの方には、なんて言うんだろう、もう穴が開いてて、これを止める場所がないんだよね。なので、ドアパネルに固定させるしかないです。だから動かないように、このスペーサーをかませてんですけど、それでも動きました。全然動きます。そう、この表側の化粧側をね、撮ってなかったんです、動画。この生地と一緒の色にツイッターはなります。張り替えました。生地余ってたから、同じがいいなと思って。でね、まだこの時点でまだぐらつきがあったので、もうね、表側からビス揉んじゃう。ここもね、3箇所ぐらい揉んだった。でも化粧用のワッシャーっていうのかな、それでこう、ちゃんとこのビスを隠してあげてください。隠してっていうか、こう見えるかな、下の方。ポツッと見えてるやつ。そういうのホームセンターで売ってるんで、あれでやればそんな気にしないで、そう、それ。気にならないでね、表側でも見えますから。見えますっていうか、ビス止めれます。この時点でかなりもうがっちり止まってました。だからこれでいいやと思って。これでね、バッチリ。でも2箇所で止めたんですけど、もう1箇所ぐらい止めようと思ってね、見えないとこ、下側はね、思いっきり長いので打ちました。これで大丈夫だろうと思って。3箇所止まってればぐらつきなくなるでしょ。2箇所でぐらついてなかったんだけどね。一応安牌でね、3箇所止めておきます。これでね、移植は完了です。これをドアの方につけていきましょう。かなりいい感じです。でね、この子忘れてた。LED ちゃん。忘れてた。これ適当に穴開けてつけときました。
まあ外した手順の逆だね、もうどんどんつけていきましょう。この辺はまあみんなわかると思うんで。でまあ本当であればバッフルはドアのそのプレートに、ドア本体につけた方がいいんですけど、思いっきりくり抜いちゃってるんで、今回はパネルにつけてます。パネル固定です。そう、ほら、ツイッターの色が変わってるでしょ。同じ色にしてみました。その方が統一感があっていいかなと思って。ほんでね、ミッドウーハーにしようと思ったんだけど、遮断ネットつけない方がいいなと思って、その見た目の関係上コアキシャにしました。その方がなんかシステムっぽくてね、いいなと思って。ちょっとしゃかるかなと思ったけど、そんな気にならなかったんで、見た目重視です。親父が乗るんでね、親父の車庫端なんで、親父乗るからこれぐらいやってればいいでしょう。これぐらいやってる、こんな年寄りいないかなと思って、これぐらいでいいでしょうと思って。いい感じ。美しい。見た目にも美しいもん。とりあえず完成です。もともとヒッフィーで鳴らしてたんだけどね、ヒッフィー鳴らしだったんですけど、純正に戻すものなぁと思ったんで、こんな感じになりました。見た目がね、かっこいいと、やっぱね、音もよく聞こえると思うんだよ。気分の問題ってことでね。なので後ろはそのまま、後ろのスピーカーはそのまま、マルチで鳴らすとき、そのまま繋いであったんで、後ろはやりません。そのままです。前だけ加工してあげて、後ろはどうせ隠れちゃうんでね。で今度はアンプの取り外しです。でちっちゃい4ちゃんのアンプつけてあげようかなと思って、運転席の下に置けるぐらいのやつ、置いてあげようと思って、それでアンプ鳴らしで鳴らしておこうかなと思ってます。かなりいい感じに仕上がってます。親父の車庫端は。70歳からの車庫端って言ってもローダウンなんですけどね。ちょっとかっこよく乗せたいなと思って、どんどんまたやっていきます。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、どんどん次の続き動画結構あるので、それもどんどんアップしていきますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。